こんにちは、アリアです。今日は、あなたの魂に深く刻まれているかもしれない、ある宇宙の記憶についてお話しします。それは、オリオン大戦と呼ばれる出来事。この話が、今、あなたが生きづらいと思っていたり、心に違和感を感じたりしていることに関係しているとしたらどう思いますか？生きづらさ。それは、現代社会の複雑な人間関係や、目に見えないプレッシャー、情報過多、競争主義といった環境によるものだと説明されることが多いですよね。けれど、もっと深いところで、あなた自身でも説明のつかない根源的な違和感を感じているとしたら、そしてその違和感が、何万年も前の宇宙に起きた大戦争とつながっているとしたら、今日は、そんな宇宙での記憶について、お話ししていきます。宇宙にはかつて、自由と調和を守ろうとする存在たちと、支配と恐れによって秩序を保とうとする存在たちがいました。その衝突が、オリオン大戦と呼ばれる銀河規模の対立です。この戦争は単に宇宙船や兵器で戦うような戦いではなく、意識、波動、情報、感情、次元間のテクノロジーを巻き込んだ、精神次元と物質次元をまたぐ非常に複雑な戦争でした。オリオン座を拠点とする支配的な勢力は、爬虫類型のドラコニアンを中心に、他の文明の精神や進化に干渉していきました。彼らはただ肉体的に侵略するのではなく、より巧妙に、精神を操作する技術を発展させていったのです。恐れ、不安、嫉妬、劣等感、他者との分離意識といった、ネガティブな波動を意図的に拡大し、集合意識にインストールしていきました。この意識の支配は、精神だけでなく、テクノロジーの力を使って波動を操作することにもつながりました。彼らはエネルギー上を歪め、情報をねじ曲げ、存在そのものの定義を変えてしまうほどの影響力を持つようになります。ドラコニアンの技術は非常に高度で、見た目にはわからなくても、人々の選択や思考そのものを、ほんのわずかな周波数の調整によってコントロールすることができたのです。彼らにとって重要だったのは、管理された秩序であり、そのためには自由意志を抑圧する必要がありました。しかし、すべての存在がそれに屈したわけではありません。それに対抗したのが、プレアデス、シリウス、アンドロメダなどに起源を持つ、光の連合です。彼らは戦いを望まず、魂の自由意志を守るため、精神的な同盟を築きました。この連合は、銀河の中で複数の次元の存在が連携する、多層的なネットワークでもありました。彼らの活動は、単なる防衛ではなく、愛と英知をもって宇宙全体の波動を調和させるという意志のもとに行われていたのです。銀河連合と呼ばれるこの存在たちは、宇宙における平和的な進化を支援するため、調和のエネルギーを広める活動をしていました。彼らにとっての戦いは、破壊ではなく、癒しと覚醒だったのです。彼らは武器を使って戦うのではなく、言葉、光、共鳴によって人々の心を解放し、魂の力を思い出させることで対抗しようとしました。やがて戦火は、地球にも及びます。この星は、本来中立で、魂の学びの場として用意されていたはずでした。物質次元の中で、魂が選択を学ぶための場所、それは自由意志の体験場として、他のどの惑星よりも豊かで多様なエネルギーを持っていました。けれど支配の勢力が地球に干渉し、人類の遺伝子、意識、歴史に影響を与えたと言われています。特に彼らは、人類の DNA に制限を加え、本来持っていた多次元的な能力を眠らせていきました。感情の抑圧、知覚の制限、そして思考の枠組み。それは教育、宗教、政治、経済といった社会システムにも影響を与え、現在の地球文明の土台となっていきます。また彼らは、地球に転生してくる魂たちが過去の記憶を思い出さないように、輪廻転生のループに干渉し、
記憶の封印を行ったとも言われています。生まれ変わっても真実を思い出せない仕組み。それが、人々を本質から遠ざけ、社会の構造に依存させるための装置だったのです。そしてそれは、現代にも続く、見えない牢獄のようなものとして機能しています。その一方で、銀河連合の存在たちは、光の記憶を持った魂を地球に送り込みました。目覚めの種子を持った魂たちです。彼らは地球で生きる中で、苦しみながらも、本当の自分とは何かに目覚めていく役割を担っています。多くの人が直感的に、自分は何かを思い出すためにここにいると感じているのはそのためです。この目覚めは、一気に起こるものではなく、何度も迷い、立ち止まりながら少しずつ起こっていくもの。あなたが今、なぜかこの世界に馴染めない、なぜか常に深い孤独を感じる、争いを避けたいのに巻き込まれてしまう。それは、あなたの魂がかつてこの戦争を経験したからかもしれません。何かを懐かしく感じたり、説明できない感情がこみ上げてくる瞬間。それこそが、魂の記憶が目を覚まし始めているサインなのです。人は過去の記憶を明確には覚えていません。けれど魂は、波動として全てを記憶しています。言葉にはできなくても、感覚として知っているということ。それが、あなたが宇宙の真実に惹かれる理由なのかもしれません。なぜ人は戦争を繰り返すのでしょうか。なぜ支配と依存の構造がいつまでも続くのでしょうか。その問いの答えは、地球だけで完結するものではなく、遥か昔、宇宙で始まった意識の対立にルーツがあります。この構造を終わらせる鍵は、私たち一人一人が内側に持っているのです。この物語は、遥か遠い過去に宇宙で起きたこと、この出来事が今の人類にかなりの影響を与えていると言います。少なくとも、この話に興味を持つあなたなら、かなり関係が深いと言えます。そして、思い出していくことで、癒しが始まるのです。今、地球では多くの魂が目を覚まし始めています。社会の常識に違和感を持ち、心の声に従って生きようとする人が増えています。それは、かつて戦場に立っていた魂たちが再び地球に転生し、今度こそ調和の世界を作るために動き始めた証なのです。目覚めとは、自分の痛みを乗り越え、他者と共に歩むこと。それは優しさであり、力でもあるのです。この転生は、やり直しではありません。完了のための挑戦です。愛と恐れ、光と闇、自由と支配、すべてを統合するために、魂たちは再びこの星に集まっているのです。それぞれが異なる傷と記憶を持ち寄りながら、一つの地球というフィールドで再会しているのです。あなたが今感じている違和感、苦しさ、孤独、それは、あなたが弱いからではありません。むしろそれは、あなたの魂が真実を知っているからこそ、この世界に違和感を持ち、そこから目覚めようとしているサインなのです。本当の自分を生きるということは、外の期待に応えることではありません。魂が望む道を歩むということです。誰かの教えに従う必要はありません。本当の答えは、すでにあなたの中にあります。あなたがあなた自身と深くつながるとき、魂の記憶が自然と蘇り、進むべき道が見えてくるでしょう。その道は、最初は不安かもしれません。でも、思い出してほしいのです。あなたはかつて、その道を選び、何度も立ち上がってきたからこそ地球に生まれてきたのです。オリオン大戦の真実は、未だにいろんな解釈があり真実はわかりません。でも、共通して言えることは、このことを思い出すことで癒されたり、人生が生きやすくなったりする人々がいるということ。それが、今ここに生きる意味の一つかもしれません。次回は、シリウスやプレアデスがどのように地球と関わってきたのか、そしてなぜ今この時代に目覚める魂が急増しているのかについてお話しします。どうぞお楽しみに。